じゃあね、まずちょっとね、先に触れたいのがこの車の価格と立ち位置です。まず価格は245万円。で、フィットファミリーの中で5つあるグレードのうちでのね、ちょうど中間なんですね。今3番目。ベーシック、ホーム、RS、クロスター、リクスってなっていてね。これがね、嬉しいなと。ホンダの方がね、もっとこう走る楽しみを持ってるような車に注目しようよって、着目してよってこうね、感じで、このポジションに持ってきてくれたとしたらね、すごく嬉しいなっていう気持ちにね、なっちゃいます。なんかこう RS って名前がつくとね、トップグレードっていうのがそう今までのイメージだったんですけれども、このフィットはね、立ち位置が異なってますね。ちなみにお値段は、ベーシックがあって、ホームが225万円。で、RS が245で、クロースターが250で、リクスが260ぐらいのイメージです。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日は2023年式フィット、グレード EHVRS。で、動画のテーマは、魅力と惜しい点ということで進めていきます。走るに関する部分は、走行中のフレッシュな印象と、あとね、後日にまとまった印象、これをミックスした形で進めていきます。では、まず先ほどの魅力1に続けまして、今度は魅力その2、思い切って差別化されたボディデザイン。まずはね、ちょっと外装で見ていきます。前、横、後ろと大きくというか思い切った変更がされていて、一目でね、RS と分かるだけの違いがもたらされています。フロントはグリルとバンパー。サイドはサイドステップと専用デザインのアルミホイール。で、リアはバンパーとスポイラー。このあたりがね、変わっていきます。でね、グレードフォームから見て、格差はそこまで大きくないのですが、RS 専用の変更点が多いです。これがね、魅力だと思います。でね、単純に見た目が魅力というのにプラスして、価格差からして大きな変更。ここがね、いいと思います。ここからは乗り味に関する魅力と欲しい点になります。単調にならないように、アフターレコーディングと走行中のレビューを交互に出していきます。そうしましたら、魅力その3、スッと出てグッと盛り上がる加速性能。加速開始かな、正確に言うと。ここがね、マイナーチェンジですごく良くなったポイントです。まずね、アクセルを半分ぐらい踏んだとき、こういうときはね、前のモデルからも良かったです。で、今回のマイナーチェンジ後は、全開にしたとき、このときにね、待たされることなく、スーッと出て、でね、その先、ちょっと時間を置いて、ぐーっとね、加速力が盛り上がります。でね、このグッとっていうのがね、すごく強いんですね。もうターボ車みたいな感じで、そこのポイントでね、ぐっと加速をする。この辺がね、魅力です。これで今高速道路なので、モードはスポーツモードです。で、今日は一人乗車。で、時速50キロ。隣車いなかったら、ここから踏んでいきますね。じゃあちょっとこれで全開踏みます。うおなんかね、この車ね、今は比較的安定してたんですけれども、場合によってはね、ハンドル取られちゃったりね、と待って、エンジンがブオーって出て、ブワーみたいな時とか、じわーグーみたいに出ていく時とかね、ちょっと踏み方とか踏む速度によっていくつかパターンあるんですけれども、で、全部合わせて、加速感が良くなったと。ちょっと踏んでみましょうか。続きまして、ハンドリング。落ち着きのあるフィールと、やんちゃに楽しめるという二面性。普通に走っていると結構普通です。落ち着きがあってね、フラフラする感じがない。で、機敏なところはね、しっかりある。でね、まず落ち着きがあるといったところなんですけれども、じわーっとね、丁寧にハンドルを切っていると、ジェントルにも乗れる。で、ステアフィールから、ハンドルのね、切って、その手応えとか、そのあたりから、いい車らしさが伝わってくる。で、それにプラスして、機敏さ。例えばアグレッシブにキュッキュッて切った時とか、それからコーナーに全開のまま入っていくようなコーナー、そういう乗り方したらね、そういうところで、アクセル全開でハンドル操作しても、普通にね、ハンドルが効いてくれます。このあたりがね、一般的なコンパクトカーとか、普通の乗用タイプの車って、本当はね、アクセル全開の時にはハンドルはもっさりしがちです。FF 車なんでね、結構当然といえば当然なんですけれども、大体はそういうところがある。でもこの RS は、
アクセル全開のままでもハンドルが効いてくれる。で、そうね、コーナーのクリッピングポイントから立ち上がっていくところで、ハンドル切ったままアクセル全開にしても、ぐっとね、外に膨らむ感じがしないです。常識的な範囲のね、走行だったらなんですけれども、そうした良さがあって、もうさらにね、やんちゃな部分もある。やんちゃというのはアクセル全開にして、先ほどのぐっと盛り上がるポイント。ここがハンドルに打角が残ってる間で、そのぐっと盛り上がるポイントに達したとき。こんな時はね、少しね、ハンドルが取られたりなんかするようなところがあって面白い。ちょっとまとめますと、落ち着きのあるフィールと、それからハンドルね、打角がついたままアクセルを全開にしても、しっかりハンドルが効いてくれる。さらに、加速の盛り上がるところで、ちょっと唐突なね、タイヤが微妙にグリップの限界に近づくようなところが、やんちゃん楽しめたりなんかしてね、そういった部分があって面白いです。やんちゃな部分と、大人っぽい部分と、両方持っている。ここが嬉しいです。もうね、最近コンパクトカーでの、スポーティータイプみたいな車とかで、自分がいいなと思うのってね、もう必ずこの二面性があるんですよね。で、コンパクトカーも、そういう落ち着きとやんちゃと、つまり、こんな感じでね、今みたいに丁寧に走らせた時と、全開しながらハンドル操作する時とかの良さとか、こういうところね、じわーっと走ってると、60キロぐらいでね、じわーっと走ってると、穏やかな感じでね、走ってくれる。で、ハンドルの無駄なく、自分の通りたいラインをね、走る時とかに、大人っぽく走れる。で、やんちゃな部分で言うとね、一つは、これ試すとあれだけども、全開しながらハンドル操作とかをしても、このね、全開中でもハンドルがそれなりに効いてくれる。かなりの割合でね。なので、コーナーの立ち上がりとかで微調整したりとか、立ち上がっていくところを変えたりとか、コントロールが効く。で、若干ハンドル取られちゃうところもあるんでね。またそれも面白い。この全開中に打が効くっていうのが、乗り心地とか重視したコンパクトカーだとなかなかねなかなか味わえないというか、そうじゃないっていうね、もうすごい曖昧になっちゃったり、いわゆる膨らんでいくような挙動になったり、ハンドルの手応えなくなったりするんですけれども、そういったところがない。では続きまして、魅力その4、車線逸脱アラートの設定が細かく4段階にできます。これね、RS というスポーティーグレードだからということもあって、特になんですけれども、車線逸脱アラート。これがね、運転の楽しさをスポイルする時があります。理由は、外側から内側に入って、また外側に立ち上がっていくとか、あとそうね、段差を避けるとか、そういうのをね、基本的に許してくれない機能として、センタリング機能というのがね、あります。道の真ん中をね、ビシッと自動でキープしてくれるような機能ですよね。で、このマイナーチェンジ後のフィットですと、トラフィックジャムという機能が追加されています。これは、ごく低速時から車線中央を維持する機能の追加。これを指します。これがね、ACC で前の車に追従している時だけ聞いてくれるんではなくて、普通に市街地を走っていても、それこそね、2、30キロかな、そういった速度でも結構ね、頻繁に介入してきて、道の真ん中を走らせようとできます。で、そこまではちょっとあれなんですけれども、このフィットはね、車線逸脱アラートの設定が4段階からね、できるんですよね。ここが嬉しい。正確に言うと、遅い、普通、速い、それから、警告音のみというモードがありまして、ここから選べるのが嬉しいです。車線逸脱に関する部分、運転支援の中でも、この、車線からね、飛び出しちゃうようなところに関する機能が、ちょっと変わってるかなっていうのをね、感じています。今はね、オフにしてあるので、今結構ギリギリ使ったんですけれども、うんともすんとも言わなくて、これがね、ちょっとある。どうでしょう、このあたりがね、なんか自分なんか乗ってると、隣に誰か乗せた時にね、内側使いすぎだよって田んぼに落っこっちゃうよって言われるぐらいでいつも走るんですけれども、そうやって走る方には、切った方がいいです。切るのはね、右手側のレーンキープに関するボタンだと完全にはオフにできなくて、このナビのね、ここ、車両設定ってボタンを押して、車線逸脱に関するとこで、なんだったっけな、早め、遅め、警告のみ、
完全オフみたいに、こう、4つぐらいね、項目あるんで、そこで切るような形になってました。こういった機能ってね、楽しさと、それから安全性のトレードオフですから、いざという時考えると、完全にオフにはしたくない。なので、4段階から設定できるというのがね、嬉しいです。自分としてはね、早いと普通はちょっと運転しにくくて、遅いにしたらね、もう十分普通に走れましたから、この遅いという設定がいいなと思います。では続きまして、車内の開放感や利便性、それから使えるリアシート、このあたりもね、持ち合わせているといった魅力です。もう、これはね、もう元がフィットだからということもありまして、そう、リアシートが使えるというのがね、すごくいいですよね。コンパクトカーの背が低い中では、一番いいんじゃないかと。ずば抜けてますよね。で、こうした魅力にプラスして、RS らしい走りやすさを持ち合わせている。なかなかね、このあたりがライバルに少ない。あえて言えば、ノートオーラがありますけれども、ちょっとね、価格差がそこにはありますしね。ということでね、このフィット、この利便性とリアシートの良さと、で、さらに走る部分の良さがある。これがね、大きな魅力なんじゃないかなと思っています。では続きましては、惜しいとね、思う点を4つ挙げていきます。ではまず惜しいと思う点1つ目。シートリフターと座面前方の硬さについて。シートの座面の前方ね、前の方、膝の後ろ側ぐらいって言ったらいいのかな。ここがね、硬いです。で、これが硬いことは特にね、問題ないというか、シートって硬い方が車の挙動が分かりやすくなります。素早く伝わってくる。なので走りやすさにつながるんですけれども、ちょっとね、シートリフターと考えた場合に、これが気になる時があるんですね。と申しますのも、シートリフターって、下げるとね、全体が下がるタイプと、お尻のあたりだけ大きく下がるタイプもあります。でね、フィットの場合はね、後者なんですよね。下げると、お尻の部分が下がって、前側が高い位置になるような形になってきます。でね、スポーティーなね、ドライビングポジションなんですけれども、ちょっとね、膝の後ろに圧迫感が出てくる。シートの座面が、硬めなんですね。しっかりしてる。で、先端の盛り上がってる部分が硬くて、下げると、どう見たらいいかな。こう見たときに、お尻が下がって前が上がって形になるんですね。そうすると前側のももの後ろ側、膝のあたりがちょっと圧迫感があって、ここがね、少し硬いとこが当たっちゃう。なので、自分が下げたいところまでね、シートを下げにくいっていうのがあります。フィットすごくシートいいですから、背もたれとかね、すごくいい。なので、この座面の部分が、もうちょっとね、余裕があったら改良してくれたらっていうのをね、次のマイナーチェンジの、自分のお願いしたいところにね、挙げさせてください。では続きましては、ブレーキホールドを使ってる時の停止直前の挙動。これはですね、ブレーキホールドをオンにして走ってる時で、停止の直前ですね。停止で車が完全に止まりきる前に、ちょっとね、オーバーラップするような形で、ブレーキホールドが車をクッと止めようとします。で、これが、なんかちょっとね、ウィーンと音がするのはしょうがないとしても、少し唐突感につながる時もある。ほんとね、気難しいというかね、細かな部分なんですけれども、これちょっとね、思う時がありました。具体的には、一つはね、停止の時にね、パッドか回生ブレーキかの影響で、食いつき良すぎちゃうと感じる時もあるんですね。で、特に一番なのが、今、スポーツモードで、ブレーキホールドをオンにしておくと、ブレーキオートホールドをオンにしておくと、最後の最後、ここでね、まだ止まってない2キロ。2キロあんのこれで0。なっちゃった。最後の最後ね、クインって音がしてね、ブレーキホールドが食いついて、つまりリアのパッドが食いついて、で、今みたいにね、今下り坂で、フロントサスペンションがちょっと縮んだんですね。あともう少し強めにブレーキしてフロントを縮めて伸ばしてきた時、そういう時に止まると滑らかに止まれます。ただね、渋滞中みたいな感じでフロントが上下しないところでね、ブレーキを制御すると止まる直前がちょっと神経質としましたら、続いて、見切りと車両間隔について。これね、フィットってすごくね、視界がいいです。これはね、もうどこでも言われてることです。窓大きくて広くて遠くにある。開放感ね、バッチリですよね。ただね、左タイヤの位置あたりとか、低い位置の感覚の取りやすさとは、ちょっと違うといったところで話させてください。そのままなんですけれどもね。
すごくね、外はいっぱい見える。でも低い位置の感覚はちょっと取りにくいというか、もうちょっと正確に言うと、インパの先端が少し高いような気がします。で、奥行きあって、A ピラーは遠くて。この辺りがね、プラットフォームに起因するようなところだと思うんですね。最近出てきてる新しいプラットフォームですと、ダッシュボードの先端が低い車っていうのが結構見受けられます。なので、フィットもね、これはマイナーチェンジとかではなくて、次の代かな。次になったら多分プラットフォーム変わってくるでしょうから、そうした時にね、この辺りが下がってきて、低い位置の感覚もつかみやすくなってくれるんじゃないかなといったところで、挙げさせていただきました。そう、一つがね、左側の先が遠くて車両感覚がつかみにくい。ダッシュボードがね、すごいフラットで、奥行きも長くて、で、ちょっと先の方がね、盛り上がってるんですね。で、A ピラーの根元とかも、サブフレームの先端とかすごく遠いですから、左側の感覚が、取りにくいです。ここはもうね、このフィットの開放感を重視された部分なんでどうしようもないんですけれども、RS といってもどうしようもない。そこはあるんですけれどもね、でもやっぱり車はコンパクトなんで、車線広く使えれば使いたい。で、あと最後。乗り心地なんですけれども、結構ね、ドタバタします。ただね、スポーツモデルとして考えると、悪くないです。このあたり表現難しいですよね。悪くはない。悪くはないんだけれども、でも当たりは強い。これをどういう言葉にしたら伝えやすいかなっていったところなんですけれども、とりあえずね、ちょっとこの映像を見てください。映像で見ると、もうドッタンバッタンしてね、結構車揺れています。カメラね、手ブレ防止を使っていないので、目で見たような感覚に近いんですけれども、こうしたあたりがね、目で見ると、映像で見るとね、自分も後で見て、結構揺れてるんだなってこう感じました。ただね、乗っていると、そこまでじゃないんですね。確かにちょっと荒っぽいかなとかね、ドカンとくる時のドが強いんですけれども、あとね、ドカの後のカーガの部分が柔らかくて、結局ね、乗ってるとね、そんなにこうきつい、胃が揺すられるようなね、硬さではないです。どこかこう、車の緩いところが、うまくね、オブラートに包んでくれるぐらいの感覚なので、結果として、そうですね、レビューとして申し上げるんだったら、スポーティーモデルとして考えれば悪くはない。でも当たりは強いよといったところに、ね、なっていきますかね。で、あとね、マイナー前の車なんですけれども、ベーシックとホーム乗りまして、そっちはね、あれです。フロントサスペンションがしなやかに動いてくれて、ここの差大きいですよね。大きい。ここの差が大きくて、それと比べたらね、やっぱりどっちが乗り心地いいかって言われたら、自分はベーシックとかホーム、こっちをね、押したいです。ということでね、魅力を4点、それから惜しいという部分でね、ほんの些細なところですけれども、4点挙げさせていただきました。すいません。ということでね、とりあえずこれで今回の動画は締めたいと思います。できましたらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。